こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。昨日の米国の ETF のフローは、現時点では全体でマイナス 2.4 億ドルの純流出となっています。ただ、先ほどブラックロックに 7.3 億ドルほどの流入があるという情報が流れたんで、今回もプラスですね。これで14日連続の純流入となっています。イーサは現時点で若干のプラスです。こちらは17日連続流入がかかってますけども、こちらもブラックロック次第となっています。香港はビットコインイーサともにゼロとなってますね。ビットコインの価格は現在10万6300ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では ILO 雇用統計、ユーロドイツの景況感指数、米小売などがありました。様々な見解がありますけども、私個人としては米小売が予想以上の結果となってるんですけども、他の雇用統計、ユーロ景況感なども強くてですね、またその FOMC 前の警戒などもあってか、連日の米ドル高傾向からの調整になってるんじゃないかなと思いました。ドル円は一時 153.1 円台まで下落してまして、米株各指数も調整、ビットコインも一時10万5700ドル台まで下落となっています。デリバティブの方ではビットコインの12月18日満期のオプションが10万4000ドルのプッツに寄ってまして、こちらも若干警戒されている印象があります。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 0.99%、額としては680億ドル相当、比率としては全体ではロングショートともに 50%、バイの隅はショートが 59.3% と下寄りになっています。今後の指標としては本日12月18日に ACPI、PPI、対中銀政策金利、米経常収支、そして明日12月19日に FOMC、日英各国の政策金利、米実質 GDP 確保値、米フィラデルフィア連携景況指数、12月20日に米景気先行指数、米中古住宅販売件数、中国のローンプライムレート、小売、米 PC でフレタなどが控えております。他各所の見解ではですね、トランプ政権の影響で来年アルト ETF の承認に期待できるんじゃないかというですね、ブルームバーグらの見解が注目されています。そしてオンラインチャン企画ですね、昨日の私の予想ではビットコインが下がる要因が少なすぎるんで、米株が続伸しても上がる、米株が下がっても上がる可能性があることを考えると、米小売通過後もですね、上が優勢になるんじゃないかと。なので、12月18日、AM6 時時点のビットコインは10万6383ドルよりも上という予想でした。結果としては、米小売が予想以上の結果となるもですね、他国の指標も強く、また FOMC 前の警戒もあってか、米ドル、米株も調整となってまして、ビットコインもそれにつられて下落、そして判定時刻の12月18日、AM6 時時点のビットコインは10万6732ドルということで、昨日の10万6383ドルよりも上なんで当たりです。危な。3連勝まではね、いつも行くんですね。はい、続いて明日の予想ですね。FOMC 明けの6時時点の予想ですけども、明日ですかね。米市場明けから FOMC までの間ですね、5時間くらいあるんで、そこまで一旦調整挟んで、その後、パウエル議長の発言などあると、6時まで1時間半くらいしかないんですよね。で調整があるとすると、この価格まで戻るのは厳しいんじゃないかなと思ったんで、下にします。もう一回10万ドル試してもおかしくないかなとも思ったんで、なので12月19日 AM6 時時点のビットコインは現在の10万6310ドルよりも下、これでいきたいと思います。指標としては明日 AM4 時に FOMC、その後パウエル議長会見となっています。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在3870ドル、BTC 建ては 0.0365 と、先物の方では OI は全体でマイナス 0.5%、額としては283億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.6%、バイナスミはロングが 79.7% と下寄りになっています。イーサ関連では、これも結構長い間言われている、トランプ政権によるイーサ現別 ETF のステーキング要項承認が期待できるというですね、各アナリストらの見解が注目されています。こちらも先物オプションともにですね、下売りになっている状況です。4000ドルの攻防を抜けきれずに、BTC 建ても 0.036 台と下落しています。ビットコイン次第で4000ドル突破はまだ視野に入ってるのかなとも思うんですけども、もう手仕舞いしてる人と、年末ギリギリまで引っ張る人で、もう分かれてるのかなと思いますよね。チャートだけ見たら BTC 建ても直近底値割ってまして、下優勢の形になってますけども、こちらも明日 FOMC 後ですね、どのように動くのか注目ですね。
あとその他の投稿では、米国のオハイオ州でビットコイン準備金法案が提出されています。先日、テキサス州の方で提出された時も取り上げましたけども、それに次ぐ提出となってますね。やはり各所で動きが見られます。あとはラップド BTC 訴訟の続報ですね。前回まではコインベースがラップド BTC を上場廃止したことに対して、ラップド BTC の管理元であるビットグローバルがですね、正当な上場廃止理由がないと、コインベースが展開している CBBTC を PR するためにやったんじゃないかということで、ビットグローバルがコインベースを訴えてました。で、今回それに対してコインベース側が回答してまして、内容としてはジャスティン・サン氏の関与を考慮するとビットグローバルを信用できるのか疑問を抱いていたと。調査の結論としてコインベースはサン氏とラップド BTC との関係およびラップド BTC に対する潜在的な支配が顧客と取引所の健全性に容認できないリスクをもたらすと結論付けたと回答してます。要は以前から言われている通り、ジャスティンがラップド BTC に絡んだことによって手を引いてるだけだという話なんですね。米国から詐欺や市場操作の容疑をかけられているジャスティンに焦点を当てているところを見るとですね、現状はコインベースが有利なのかなと思いますけども、こちらも市場に影響を与える可能性がありますんで、その後の進捗に注目ですね。あとはテザーが欧州のステーブルコインプロバイダー、ステーブル R への投資を発表しています。欧州の MICA 規制に準拠するための動きと見られてますね。で、あと他では、米財務省が北朝鮮のマネロンネットワークを閉鎖したと発表しています。内容を見るとですね、北朝鮮の代わりに仮想通貨を現金に換金していたとされている UAE のダミー会社グリーンアルパイントレーディングと他中国人2名をブラックリストに加えたと発表しています。逮捕はまだされてないみたいですね。過去の情報を見る限りでは、ハッキングで得た資金をこういうところで洗浄して流してた感じなんですかね。あとはナイジェリアで仮想通貨詐欺に関与した792人が逮捕されています。恋愛から仮想通貨投資を持ちかけて金銭を要求していたとして逮捕となっています。これナイジェリア人だけじゃなくて中国人やフィリピン人もいたみたいですね。あとはラストパス関連の40以上のアドレスから540万ドル相当の資金流出が観測されています。ラストパスはパスワードを管理するツールとして使われてたんですけども、2022年にハッキングされてデータが流出してました。で、そこに秘密キーやシードフレーズを保管してたアドレスから現在でも資金が流出しているようですね。ラストパスで保管してた記憶のある人はですね、見た方がいいかもしれませんね。あとアルト関連ではポリゴンコミュニティの準備金運用提案が物議を醸しています。これ私の解釈で説明するとですね、現状ポリゴンのポスチェーンブリッジに13億ドル相当のステーブルの準備金があるそうなんですけども、それが今何もせずに持て余していると。ただこれを DeFi などで運用すれば年間7000万ドルほどの収益が得られる計算なんで、この準備金を運用に回そうじゃないかという提案が出されてるんですね。ただ運用に回すということはそれ相応のリスクがあるんで、この提案を見たステーキングプロトコルのリドやアーブがポリゴンのステーキングやレンディングを廃止に向けて動いているといった状況です。もうちょっとね、詳しく知っているという方はコメントに書いてみてください。ということで、界隈ではポリゴン離れが進んでいるのかなと思います。マティックからポルにリブランドをしましたけども、ここ数日弱い印象があります。ここから復活できるのか注目ですね。あとはプッチペンギンズがペングトークンをリリースとなっています。エアドロ資格はイーサアドレスで、トークンはソラナで受け取りですね。私はさっきチェックしましたけど、なぜかちょっとクレームできなくてちょっと手こずってます。クレーム期間が88日とのことなんで、心当たりある方はチェックした方がいいかもしれません。もう大手に上場してまして、時価総額は現在84位となってますけども、こちらもその後の展開に注目ですね。あとエアドロ関連では、オープンシーがケイマン諸島で登記したのが話題になってまして、規制の緩いケイマン諸島で登録したということはですね、近々トークンリリースがあるんじゃないかと期待されています。オープンシー 2.0 のリリースと同時にトークンリリースもあるのか注目ですね。今日はこのとこですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。